今回は、レベル413、ハイドロフローサンセットについて解説していくよ。ハイドロなんちゃらの意味はわからないけど、サンセットだから綺麗な空間なのはわかる。まずは部屋の外観。レベル413は、空に日が傾き始めている明るい太陽と、プールしかない空間なんだ。シンプルすぎる空間。次に、レベル413について説明するよ。レベル413の脅威指数はクラス3。平穏なんだけど、空間の安定度は不明で、敵対的なエンティティが少しいるんだ。癒しがありそうな空間なのに結構危険なのか。次に、レベル413の特徴について説明するよ。レベル413は、探検家の間ではハイドロフローサンセット、いわゆる君の死を祝うとして知られているんだ。こんな綺麗な空間に危険が潜んでいるなんて思わないよな。このレベルで見られる一番の特徴は、空にある明るい太陽と、空間内にたくさんあるプールのような構造物なんだ。レベル37を外に出したような空間だよな。プールには、匂いも味もない原油のようなものが入っていて、このレベルに入ったことのある生存者たちは、ベタベタして滑りやすいと報告していたんだ。ただの水じゃないのかよ。さらに、そのプールの下には未知のサブレベルがあることが発見されたんだ。なんで未知なんだ？ナンバリングしててもおかしくないだろ。実は、この空間自体が迷路のような構造をしているため、探索が非常に困難で、サブレベルどころかこのレベルの全容を知ることが難しいんだ。シンプルそうな空間なのに難しいのかよ。多分、あの油みたいなのが原因で探索を難しくしてるのかもね。ああ、そういうことも考えられるな。また、プールの水温や気温は人間にとって最適な温度に自動的に調整されるため、スティッキーヘブンとも呼ばれているんだ。ベトベトの天国か。空間内では、自然の風が吹いていて、ビーチにいるような感覚を味わえ、さらに、アーモンドウォーターや食料の供給は、白いタイル張りの壁面にある四角い格子のような場所でできるんだ。なんか居住できそうな雰囲気ありそうだけど。空間内の構造物はほぼ全て長方形で、このレベルでは湾曲した部分はほとんどないんだ。なんつうか、作るコスト楽そう。また、壁の境目や角がとても鋭利になっていることも特徴的で、これは、この空間の直方体の生成構造がビスマス化合物の変形法則と、似ていることが分かったんだ。ビスマスってあの特徴的な形した鉱石だよな。また、空間内で直方体の衝突構造は見つかっていないため、不自然な形をした空間もないんだよね。むしろ、空間の目印みたいなものもなさそうだから、道に迷いそうだな。さらに、稀に見られる湾曲したエリアでは、いくつかの炭素結合、または不可逆的な変化によって生成されるという仮説が立てられていて、研究者たちは、湾曲したエリアの性質を調べるため、レベルの探査を積極的に再開しているんだ。なんかもう色々と常識の範疇超えてんだろうな。レベル413には、無規則な落書きが空間内の暗い隅によくあるらしく、これは、君の別の姿が描いたものなのではないかと言われているんだけど、このレベルから脱出に成功した生存者の中で、この落書きを描いたことを覚えている者はいないらしいんだ。ってことはこの落書きは自然発生ってこと？また、落書きは主にアスタリスク4値の地軸、誤差の変異、エネルギーの鎖のような形らしいんだけど、公式的な調査では、落書きを発見した記録は残っていないんだ。どういうこと？つまり、このことからこの落書きを発見した人たちは、何かしらの精神汚染に侵されている可能性が高いんだよね。精神汚染もあるのか、この空間。レベル413のある一定のエリアには、入り口のない完全に隔離された部屋があって、これらの部屋は、白いタイル張りの壁が破壊されない限り入ることができないんだけど、カーボンタイルの特殊な構造上、壊すのは非常に難しいんだ。中は何もない無機質な感じだろ？中には、空間を支えるためとおぼしき柱が大抵あるんだよね。本当に空間を支えてんのかな？レベル413は、その性質上極めて安定していて、そのため、領域外に出ることはなかったり、技術的失敗のようなところはあまりないんだ。構造がシンプルだから、エラーも少ないのかな？ちなみに、稀に現れるエラー空間として、シアンブルーと呼ばれるエリアがあるんだ。このエリアでは、シアン色の空を持つ場所で、空間内の部屋の一部を破壊すると発見でき、タイムエラーになるんだ。タイムエラー？また、謎の空間やエラー空間の他にも、奇妙な場所に高い丸い柱や、プールや三角形の構造物の近くに階段もあるんだ。なんか意味でもあるのかな？今のところ、これらの構造物が何のためにあるのか、何のために設計されているのかについての情報は得られておらず、これらの構造物もこのレベルで見られるエラーなのかどうかは分かっていないんだ。これって部屋移動したらなくなってるとかあるのかな？
研究者の中には、ある種のエンティティが縄張りや空間を素早く移動するために、これらの階段を使っているのではないかと疑う人もいるんだ。壁抜けができるエンティティなのか。レベル413のもう一つの大きな特徴として、空間内のものは全て巨大なんだ。どれくらいでかいんだ？例えば、プールは平均1324メートル ×1549 メートルで、柱の幅はほぼプールサイズで、高さは2000メートル以上あったり、廊下の天井も実測で38メートルほどあることもわかっているんだ。色々と規模がでかすぎる。あまりに巨大なので、壁などの模様が格子状になっているにもかかわらず、壁がただの白い平面のように見えたり、一段が25無ほどの階段がこのレベルにあることもあるので、物体の巨大さから、研究者たちは、このレベルに巨大なエンティティが存在するのではないかと、考える人もいるんだ。この研究者たち、レベル413の研究で色々忙しそうだな。次に、レベル413のプールについて詳しく説明するよ。レベル413のプールについて、水質調査を行ったところ、未知の物質が発見されたんだ。どんな物質なんだ？その物質は、原子量138万 8274.8409 号の炭素だったんだけど、現実的な炭素の原子量は約 12.01 なので、約10万倍になるんだ。そもそも原子量ってなんだっけ？分子量っていうのは、簡単に言うと分子の質量で、今回のケースだと強度が非常に高く、液体なので粘性も非常に高いね。これはもうプールに適していない液体だな。また、液化した澱粉みたいに、圧力がかかると固まる特性があるため、重さのあるものは液面に留まることができるんだけど、長時間留まると沈んでしまうんだ。いわゆるダイラタンシー現象ってやつだな。ちなみに、この液体は粘性が強いのも相まって、その硬度はダイヤモンドに似ていて、もはや固体としか言いようのない硬さがあるんだけど、何の影響も受けていないプールでは誘導しているんだよね。効果性のある液体ってもはや矛盾してるような。その特殊な性質から、この物質には、美しさと純粋さの融体という名前が付けられているんだ。結構そのままな名前だな。また、液体は物理的法則性にも反していて、レベル37のプールルームズとは異なり、プール内の液体が、暗い光だけを反射する特性だということがわかっているんだ。つまり、どういうことだってばよ。そのため、このレベルを訪れた生存者の中には、水の底が見えないという人もいて、軽々しくプールに入ってしまうと、底なしプールだったっていうこともありえなくはないんだよね。あ、そういうことか。さらに、壁に近い場所や屋上などの暗い場所では、液体温度は約30度、pH は約 0.24 であることが判明しているんだ。強酸性じゃねえか。でも、生存者たちの間で海と呼ばれる液体に覆われた広い場所など、太陽光が当たる場所では、pH はほぼ中性なんだけど、液体温度は1649度もあるんだ。プールに入ったらほぼシアン。これらの特性から研究に携わる人たちは、液体が非常に高い速度でエネルギーを吸収していると仮説づけたり、プールの奥底でヒーターのようにエネルギーが供給され続けていると、仮説づける人もいたんだ。液体が特殊すぎるもんな。過去にも、プールの底を調査しようと何人もの生存者が挑戦したんだけど、これまで、プールの底に到達した生存者は記録されていないんだよね。あんなほぼ死ぬような液体の中によく潜れるな。さらに調査を行った研究者たちは、壁の白いタイルが、液体の粘度に影響している可能性を発見し、液体の粘度や硬さにもかかわらず、部屋の中を絶えず同じ方向に流れていることも分かったんだ。白いタイルが原因なのか？このことから、君の別の形態が成長や体の代謝のためにこの液体を吸収するときに、一定の方向に流れる現象が起こるらしいんだ。まさか、さっきの落書きに書いてたエンティティが液体を吸収するのか？レベル413のプールの配置は、自然界の川のように似ていて、プールの川は、カーブした廊下の形をしているんだ。これがさっき言ってた湾曲した部分か。また、空間内には池と思わしきプールもわずかにあって、池は通常、巨大な燃料タンクのような丸い形をしていて、池の中の液体は少し刺激的な匂いがするんだ。直接嗅いじゃいけないやつなんじゃね。次に、生存者が残したメモを紹介するよ。メモ？このメモは、レベル413内で発見されたメモで、レベル413の一部のエリアでは、他の生存者が置いたと思われる、パラソルとビーチチェアがあって、その付近でこのメモが発見されたんだ。めっちゃ楽しんどるやん。いい宿を見つけた。パラソル、ビーチチェア、食べ物。ここで美味しい夕食を食べ、歌って踊った。僕たち3人はここで果てしなく続く夕日を楽しんだ。ピンクの空は柔らかくて、見事で、明るい。本当に大好き。僕の夢はプールで泳ぐこと。普通にバカンスとして楽しんでるわ。レベル413から脱出した人の話を聞くと、
ここにいてとてもリラックスできたし、とても楽しかったという人が大半で、この空間は、生存者にとって休息や滞在に適した場所らしいんだ。あんな危険な液体あるのに、楽しむ余裕あるのかよ。次に、レベル413を発見した時の録音記録を紹介するよ。発見記録も残ってるのか。やあ、アンドリュー聞こえるか？どこにいる？答えてくれ、どのレベルにいるんだ？どこにいるんだ？美しい夕日が見える、まるで天国だ。食べ物もある。どこにいるんだ？やあ、夕日が見えるか？どうやら新しいレベルにいるみたい。僕たちのグループの隣にある S 字コーナーに行き、白いタイルに沿って進んで、川を渡って、僕を見つけて。やあ、ジャックだ。太陽が美しい。白いタイルを歩くよ。途絶。やあ、さっきトランシーバーを変えたんだけど、どこにいるんだ？出口のない部屋の中にいる。壁はハンマーでも壊せないほど硬い。食料はあるし、一時的には安全だ。でも早く来てくれ。ベタベタする。もしかしてこれ原油か？こんなに濃いのに。なんでまだ流れるんだ？言ってることは特におかしくないんだけど、なんか違和感を感じる。そして、レベル413の最新情報として、没頭すると死ぬ。夢中になると死ぬ。ハマると死ぬ。没頭すると死ぬ。誰が編集しているんだ？集中すると死ぬ。どっぷり浸かると死ぬ。没頭すると死ぬ。我を忘れると死ぬ。のめり込むと死ぬ。没頭すると死ぬ。なんで直接文章変えないんだろうな。次に、レベル413にいるエンティティについて説明するよ。レベル413では、文書化されていないけど、存在が記録されているエンティティがいるんだ。さっきの落書きみたいなやつか？そのエンティティは、液体の上を歩いているという暗い物体らしいんだけど、今現在、このレベルを出た生存者がそのエンティティを目撃していないため、本当にその情報が確かなのか確信が得られていないんだ。写真に写ってるか？これ。ちなみに、この写真はレベル413を探索していたカメラマンによって、撮影されたもので、彼は、カーボリキッドに浮かぶ小さくてぼんやりとした暗い点を写した写真と、自分が暗闇の標的じゃないといいけどという、短いメッセージを送ってきたんだ。そのカメラマンはどうなったんだ？カメラマンは今現在行方不明で、このエンティティにはザ・ダークという名前が与えられているんだ。その後、研究者たちは入手可能な情報から考察し、ザ・ダークは、カーボリキッドからエネルギーを吸収して膨張し、一定の大きさに達すると攻撃的になると考えたんだ。もしかしたらカメラマンはそれにやられた可能性があるな。最後に、レベル413の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル413の入り方。レベル0で黄色い模様の壁から、レベル413に、レベル37の一番深いプールの底に沈むと、稀にレベル413の暗いエリアに、レベル8から、レベル413に、レベル13から、稀にレベル413に、行くことができるんだ。有名どころのレベルが多いな。一方、次の生き方は、死への道の果てに到達し、存在しない楽園を見つけ、自然の土地にある洞窟を見つけると、レベル42のランダムな場所に、唯一のエクスクラメーション、ザ・ホールウェイを歩くと、ランダムじゃないレベルに、ザ・ハルオイを移動中に、99% でレッドルームズやレベルクルードに、ルネッサンス模様の金色の金属製のドアを開けると、レベル30に、行くことができるんだ。特徴的なレベルしかないな。ということで、今回はレベル413について解説したよ。レベル413は、謎の液体が満たされたプールがあるシンプルな空間だったけど、まだ何かありそうな気がするんだよな。そう？一応知ってる情報全部話したつもりだけど。なんていうか、危険があるのに全然危機感を抱いていないっていうか、パニックになってるっていう感じが全く伝わらなかったんだよな。みんな疲れすぎて、もう楽しいことにしか目がいかなくなったからじゃない？そんなわけあるか。